皆さんこんにちは。本日の DKTV は非常に贅沢な企画です。3台乗り比べ FL5 シビックタイプ R ですけれども、まずは、面白レンタカーで、これレンタカーですよね。はい。足回りとブレーキそうですね、はい、これを面白レンタカーで借りられるということで、スタンダードKW 推奨の足ですよね、はい、7キロ6キロ、はい、そのスタンダードのものそのままですね。 ST ですよね。はい、 ST っていうとその昔でもないけど、ちょっと前にね、僕が群載で走った足です。これでもかなりいいんですけど、サーキット走るときはちょっとロールが大きいかなっていう感じの、今日は社長に持ってきていただきました。2台目が、KW のグラブスポーツのダンパーが入ってます。足はこれよりも1キロ上げてるのかな。で8キロ7キロ、KW でダンパーが僕と同じ一緒、これが面白いな。この辺ちょっと乗り比べるとね。で僕のはどっちかっていうとストリートメインじゃなくて、スケベ根性を出してサーキットもちょっと舐められるの嫌だなと、そういう感じでですね、今まで、7キロ6キロから群載で始まって8キロ7キロで10キロ10キロ、でサーキットでやっぱタイムを出したいなというところで12、12と、だからサーキット 50%、 ストリート 50% っていう、これ以上上げるとちょっとストリートが不快になるかもっていう感じなので、この辺でこの3台を乗り比べてみたいと思います。7キロ6キロ懐かしいな。これは懐かしいぞ。群載の時この足だもんね。これで結構良かったんだよね、群載。峠だとバッチリ合ってるよね。7キロ6キロね。タイム気にしないでサーキット行くんだったらこれで十分なんだけどね。しなやかだよね。本当になんか7キロ6キロいいわ。乗り心地めっちゃいいよ、本当に。段取り最高にいいでしょ、これ。やかだね。安い足だよね。乗りやすい。
すいね。5アンダー、オーバーもすごくわかりやすい。本当にいいですね、これは。ブレーキのタッチもいいね。これが面白レンタカーで限られるんだからね。めっちゃいいんじゃないですか。本当にたまにね、サーキット行く人だったらこれで十分いいよ。一回面白レンタカー借りて乗ってみたら、本当に1年に1回とかね、サーキット行って楽しみたいな、遊びたいなっていう人はこの足で十分ですよ。本当に全然遊べる。燻製はね、7キロ6キロ抜群にいいんだよね。ああいう荒れた路面では。でサーキットでタイムアタックっていうと、やっぱりみんなハイグリップタイヤ履くでしょ。そういうのにはちょっとこう真似上げたいなと思う。7キロ6キロいいね。さあ KW です。8キロ7キロ8キロ7キロでどうか。タイヤは同じくミシュランパイロットスポーツ。足回りが、僕と同じ足が入ってますね、これね。でも8キロ7キロです。面白レンタカーは7キロ6キロ、これは8キロ7キロ。やっぱこっちの方がギュッギュッと踏ん張る。こっちの方がギュッとしてて、やっぱサーキットは絶対こっちの方がいいよね。7キロ6キロってやっぱストリートメインだから、ストリート7割8割乗り心地重視で、年に1回ぐらいはサーキット走りたいなっていう人にはすごく乗り心地のいい、乗りやすい足だよ。これはもうちょっとサーキットを年に 1,2 回は走りたいなっていう人用の8キロ7キロだね。やっぱこうギュッギュッとくるね。やっぱ7キロ6キロとは違うよな。1キロでこんなに変わるからね。ダンパーが全然こう僕と同じダンパー入ってますからね。これはやっぱいいわ。やっぱダンパーでさ、全然変わるね。ストリートメインのダンパーからサーキットを走るぞっていうダンパーは違うわ。サーキット走るんなら全然こっちの方が全然いいよ。このギュッとした感じがね。ギュッとしてる、ギュッと。ブレーキでもやっぱノーズダイブが違うよね。オーバー強い。オーバー強いんですけど、ちょっと
1キロ変わっただけなんだけどね。だけど全然踏ん張るね。タイヤがオモレンよりもちょっと古いっていうのもあるかな、オーバーは。ブレーキもやっぱこれノーマルだからな。オモレンの方がブレーキはいいな。オモレンの方がねブレーキがタッチがいい。足は絶対こっちの方がいい。サーキット走るなら絶対こっちの方がいい。8キロ7キロ1キロでこんな違うんだよね。ほんと違うわ、1キロで。まあサーキットを走りたいっていう人にとってはこっちの方がいいよね。オモレンのはあくまでもやっぱりストリートメインに仕上げてる足ですよ。乗り心地めちゃいいもん。これは乗り心地をちょっとだけ犠牲にしてでもサーキットを楽しみたいっていう人、そこそこタイム出したいっていう人の足だね。これダンパーめちゃいいんだよね。これまあ明らかにサーキットはこっちの方がいい。さっきのと比較していかがでしたか？これはタイヤが古いせいかオーバーが割と出るな。出ますか？あ、そうですか。割とオモレンの方が、はい、タイヤが新しいからさ乗りやすさが勝ってますか？そうそうだけど、はい、オモレンの方はねどっちかっていうと、はい、ストリートメイン。あ、そうですね。ダンパーだと乗り心地がめっちゃいいからさ、はい、で前後のバランスが安定してて、はい、で1年に1回ぐらいサーキットも走りに行きたいなっていう人、でこっちのね KW の方は、はい、まあサーキットでしょっちゅう遊びに行くような人、はい、でもタイムは気にしないけど、はい、楽しく走れりゃいいや、はい、そういう人向けの足、はい、まあそうですね。うちとしてもこのパイロットスポーツとか、このぐらいのスポーツタイヤで、まあレートもそんなに高いわけじゃないので、まあ普通に街乗りしてここまで来てサーキットで走って帰るとか、まあそれがコンセプトなんで、まあそんな感じかなと思います。そうだからね、バネは1キロしか違わないんだけど、オモレンの方はストリート重視の人、はい、で KW の方はたまにサーキット行って楽しみたい人、はい、まあ、そういうね1キロ違いなんだけど大きく、違います。大きく違う。ありがとうございます。はい、ということです。バネは12キロ12キロ、サーキット方向に振ってます。でもサーキット専用ではありません。サーキット専用になるとねやっぱり14キロ15キロっていくけど、そうすると街乗りストリートがねかなり犠牲になるのが嫌で12で止めておこうって感じです。やっぱね普段乗りの方が絶対的にパーセンテージとして多いもんね。サーキットってやっぱ月に1回行くか行かないかでしょ。そう考えるとやっぱり普段乗りはね重要ですよ。ということで最初の群祭でスタートした時はね7キロ6キロ8キロ7キロ10キロ10キロで最終的に負けず嫌いが出てサーキットでタイム出したいから12に上げました。 V3 レーシングの足だから、まあ、ダンパーがねかなりいいですよ。やっぱ
本当なんか高いのは違うなっていうね。高くてもダメなやつありますけどね、ポン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 跳ねちゃうのも。だけどこの V3 レーシングって跳ねないんですよね。硬いんだけどバネ硬くしても本当跳ねない。このダンパーは扱いやすい。さあそれではデフ入れてどうか。やっぱ今まではねデフなしで走ってたからさ、立ち上がりが辛いんですよ。パワーを上げたんだけどやっぱり立ち上がりでアクセル入れると外に逃げるっていうのがね、やっぱデフないと出口つまんないなっていう結論に達しました。まあいろんな、今までねこの2年間ずっといろんな車乗ってきましたけれどもね、シビックタイプ R、いろんなメーカー、いろんなショップの、やっぱりデフなしでどこまでいけるかなっていうのはねやってみたかったんですよ。まあでもやっぱりこうやってパワーも上げて、コンピューター変えてね、パワーも上げてブーストも上げてってなってくると、やっぱり最終的にデフは欲しくなる。まあサーキット走る人ね、サーキットをよく走る人向けに今やってますから、ストリートだけで俺はサーキット行かないよっていう人は7キロ6キロ8キロ7キロでも全然いいですよ。本当に1年に1回サーキット行くか行かないかっていう人には普通の吊るしの ST で十分。ただやっぱりこうタイムも出したいなっていうね、負けず嫌いな人は僕みたいに12で、V3 レーシングに行っちゃうんじゃないかなと思います。さてデフ入り初走行です。今日も平日なんですけどね、いっぱい来てる。いいね、やっぱりね、みんな楽しそうで。内圧もう2キロ上がってる。アライメントはジェーズにセットしてもらったんですけどね、かなり乗りやすい。ノーマルセットだとややこうオーバーが強いんですよ。だけど車高だとかキャンバーだとか、アライメントですね、そういうのをジェーズにセットしてもらったら鈴鹿がとっても乗りやすかった。前後のバランスがほんとこうレベルが上がったって感じ。鈴鹿のままのセットアップです。いい足だね、12ほんといい、快適だよ。12サーキットではね、サーキットでは乗りやすいぜ。引っ張り出すもんね。やっぱデフは
めっちゃ効くわ。足12めっちゃいいよ。めっちゃいいわ。デフ割りいいね。デフめっちゃ効いてるじゃん。デフめっちゃいい。やっぱデフ割りだね。サーキット走る人はね。いやーいい。足12、V3 レーシングめちゃいい。扱いやすい。いやーいいわ。やっぱね、シビックタイプ R でサーキットをしょっちゅう走る人絶対入れた方がいい。デフは、まあ、デフなしでね2025年まで頑張ってきたんだけど、やっぱデフなしだとやっぱ限界があるよね。外に逃げちゃうからさ、はあ、いいじゃん。ちょっとこれはいいよ。12秒も入ってますね。ありがとうございます。12秒9。入ってます。いや乗りやすい。乗りやすいです。乗りやすい。ありがとうございます。でこうジェイズのセットアップがうまいね。素晴らしいです。アンダーオーバーがさ、もうほんとこう限界まで上げてるって感じ、だから扱いやすい。アンダーオーバーももうそろそろ出るだろうなっていうところで出るからさ、扱いやすい。これはねやっぱこうサーキットを走りたい人、今この V3 レーシングプラス12は超おすすめ。ありがとうございます。これはいい。これ 12D だっけ？そうですね、タイヤは。はい。ほぼ新品なんだけど1回使ったぐらいで、はい。だからやっぱこういうハイグリップタイヤを入れるときは12だね。ちょっとスプリングダンパーは全くうちのデモカーと一緒だもんね同じだったんですけど、まあスプリングレート上げるだけでまあこのぐらいのタイヤいけるのかなっていうところですかね。全然いける。バランス的にはありがとうございます。すごくいいバランス。はい。ありがとうございます。いやまあ今回 DKTV はこの3種類の FL5 シビックタイプ R 乗り比べしましたけどもね、ブレーキはね面白レンタカーが一番安心感がある。でまあ僕でも悪くはないんだよ、はい。悪くはないんだけど、重れんのが一番こうタッチがいいし、反応もいいし、でそれに次にうちで君んちはねやっぱノーマルだからノーマルです。すいません。ノーマルってこんなもんだなっていうね、はい
そのブレーキで詰めるとこまでいかないんだよね。はい、あとはね、足のセットは、もう重れんのは本当にストリートでレンタカーとしては普段のストリートワインディングを楽しんでくださいっていう7キロ6キロでしたっけ。そうです、ね、7キロ6キロ、はい、もうめっちゃ乗りやすいわ、本当なんか女の子とか嫁とか子供に文句を言われない乗り心地、はい、でやっぱり KW のもいいんだよ、はい、KW のもいいんだけど、はい、リアトーアウトになってるからやたらオーバーが強い。ちょっとうちはちょっとアライメントですね。アライメントはちょっと一旦トーはゼロにしますんで、これはそうだね、はい、ちょっと試しにアウトにしてみたんですけど、これちょっと外しでしたね、これは。まあだから、はい、ドキッとする人が好きな人はこういうのもいいけどね、トーアウトもやめた方がいいですよ、いきなり横向きますから、ということで3台乗り比べ、皆さんはね、自分に合ったのはどれがいいかなっていう、そういうものをね参考にしていただけるといいと思います。だから僕らはちょっと乗り心地は多少犠牲にしてでも、はい、まあサーキットでいいタイム出したいな、まあ初めてねレフ入れて12秒9ということで、皆さんのお好きな選択をどうぞ。以上 DKTV でした。なんか言ってよ面白いレンタカーどうぞと。ぜひ面白いレンタカー借りに来てください。ST のサスペンション試せますので、ぜひ乗ってみてください。以上でした。